2025年シーズン、開幕です。こんにちは、ほやです。今回は、真鶴の磯で、ウミウシを探します。出会ったウミウシを、次々と紹介していきます。それでは、始めましょう。緑アメフラシです。大きさは、25ミリくらい、よく見る大きさの、緑アメフラシです。2月の磯は、毎年、緑アメフラシが多く見られるので、今年もおるやろなぁ、と思って探し始めたら、一番最初にひっくり返した石に、早速、くっついていました。全身に広がる白い斑点と、目玉模様が特徴的です。この日、一番たくさん見つけたウミウシで、こんな風に、一つの石に3匹ついていることもありました。あまりにもたくさん見つかるので、見つけた数を数えるのも、途中でやめました。ヤツミのウミウシです。大きさは、10ミリくらい、よく見る大きさの、ヤツミのウミウシです。一年を通じて、浅い場所でたくさん見つかるウミウシですが、寒い時期は、数は少なめになります。相模湾沿岸なら、だいたいどこの磯でも見つかると思います。おお。観察を続けていたら、5階の仲間が邪魔しに来ました。1カットで30秒くらい撮影するのですが、その間に他の生き物が入ってくることはよくあります。意外な生き物がカットインしてくることもあって、それはそれで面白いです。赤エラミのウミウシです。大きさは15ミリくらい、少し小さめサイズの赤エラミのウミウシです。真鶴では年間を通じてそこそこ見つかるウミウシです。いつもウミウシを探しているタイドプールにもいくつかの環境の違いがあるのですが、赤エラミのウミウシは割といろいろな場所で見つかります。あまり環境にこだわりはないのかな？黒ヘリアメフラシです。大きさは20ミリくらい、よく見る大きさの黒ヘリアメフラシです。名前の通り、体の縁が黒くなっているのが特徴で、個人的にはアメフラシの仲間で一番好きなデザインです。割と年中見られるウミウシですが、他のアメフラシの仲間と同じように、春先に数多く見られる傾向があります。カラーバリエーションが結構あるのですが、最近の研究では、色の違うやつは別の種類ではないかと考えられているようです。サラームミのウミウシです。大きさは10ミリくらい、よく見る大きさのサラームミのウミウシです。浅いところで見かけるウミウシですが、ヤツミのウミウシや、次に紹介する色味のウミウシより、見つかる数は少ないです。触覚に、つぶつぶ状の突起が、たくさんついているのが特徴です。こんな感じに、つぶつぶしています。触覚の形は、ウミウシを見分ける上で、注目すべきポイントの一つです。ここで、クイズです。この写真に写っている、色味のウミウシを、探してください。これです。見つかりましたか？それでは、色味のウミウシを、詳しく見ていきましょう。
色味のウミウシです。大きさは、10ミリくらい、ちびっこサイズの、色味のウミウシです。浅い場所に住む、ミノウミウシの仲間の代表です。浅いところにしかいないので、ウミウシ好きのダイバーの方は、見たことない人が多いようです。海の生き物は、水深によって、住む生き物が、全然違ってくるので、磯遊びも、ダイビングも、どちらも楽しみたいですね。もう一問、クイズをやりましょう。この写真に写っている、黒舌なしウミウシを、探してください。これです。前のクイズより、簡単だったと思いますが、見つかりましたか？それでは、黒舌なしウミウシを、詳しく見ていきましょう。黒舌なしウミウシです。大きさは、10ミリくらい、ちびっこサイズの、黒舌なしウミウシです。全身真っ黒ですが、オレンジの縁取りがあって、可愛いです。真鶴ではあまり見かけなかったウミウシなのですが、昨シーズンの終盤くらいから、ちらほらと見かけるようになりました。真鶴のタイドプールも、目に見えないところで、環境が変わりつつあるのかな？もう一問、クイズをやりましょう。この写真に写っている、乙女ウミウシは、何匹いるでしょうか？これと、これと、これの、3匹でした。何匹見つけることができましたか？それでは、乙女ウミウシを、詳しく見ていきましょう。乙女ウミウシです。大きさは、20ミリくらい、よく見る大きさの、乙女ウミウシです。この日のウミウシ探しで、一番たくさん見つけたウミウシで、20匹以上見つけました。真鶴では、一年中、たくさん見つかるウミウシですが、春から夏にかけては、大きめの個体が、多く見つかります。夏の盛りの頃に、世代交代が起こっとるんやろか？相模ミノウミウシです。大きさは、30ミリくらい、よく見る大きさの、相模ミノウミウシです。真鶴で、たくさん見つかるウミウシの一つですが、この日は、1匹しか見つかりませんでした。探す場所が悪かったのか、そもそもの数が減っているのかは、今の段階ではわかりません。こんな風に、丸まってしまっていると、どっちが頭で、どっちがお尻なのか、わかりにくいですね。まっすぐ伸びている時に、頭の部分を、拡大して撮影してみました。こうしてみると、触覚と、光触手は、他のミノの部分と、違うことがわかりますね。枝ウミウシです。大きさは、30ミリくらい、よく見る大きさの、枝ウミウシです。2シーズンぶりに出会ったウミウシなので、見つけた時には、名前が出てきませんでした。体の周りについている、ふさふさした枝状の突起は、光るらしいです。とはいえ、それほど強い光ではないので、暗い場所じゃないと、わからないみたい。小さなヤドカリが、枝ウミウシに、つまずいていますね。ヤドカリさんは、少し怒っているようにも見えますが、枝ウミウシは、全く気づいていないようです。白身のウミウシです。大きさは、10ミリくらい、少し小さめサイズの、白身のウミウシです。
初めて出会ったウミウシですが、図鑑などで情報を集めると、それほどレアというわけではないみたいです。ウミウシは、巡り合わせがあるので、いるはずなのになかなか出会えない、ということも、よくあります。触覚の後ろに赤い線が入るのが見分けるポイントです。白い体に入る赤い線は、おしゃれな上に見分けやすくて、な。二筋ミノウミウシです。大きさは15ミリくらい、よく見る大きさの二筋ミノウミウシです。真鶴でよく見るのは、相模ミノウミウシ、乙女ウミウシ、赤エラミノウミウシ、二筋ミノウミウシの4種類なので、今回は全部出会ってますね。この個体は、ミノの部分がボロボロになって、ちょっとかわいそうな姿になってますね。ミノウミウシの仲間のミノの部分はちぎれやすいんですよ。オカダウミウシです。大きさは3ミリくらい、よく見る大きさのオカダウミウシです。相模湾沿岸なら、どこの磯にもたくさんいるウミウシですが、大きくなっても3ミリくらいにしかならないので、気づかれないことが多いです。この個体は、体の中に卵が透けて見えていますね。オカダウミウシは、親と同じ姿で卵から孵化するので、体の大きさに対して、かなり大きな卵を産むことが知られています。アマクサアメフラシです。大きさは30ミリくらい、小さめサイズのアマクサアメフラシです。春はアメフラシのシーズンなので、いろいろな種類のアメフラシが見られるのですが、アマクサアメフラシはあまり特徴のないアメフラシです。体の模様もなんだかパッとしない感じで、体の大きさも小型でもなく、大型でもない、中途半端な感じがします。特徴がないのが特徴。という、ちょっとかわいそうな、アメフラシですね。今回は、このくらいにしておきましょう。今回見つけたウミウシは、14種類でした。最後まで、ご視聴ありがとうございました。高評価と、チャンネル登録を、よろしくお願いします。それではまた、どこかの海でお会いしましょう。